こんにちは。日本語クラブのお時間です。このチャンネルでは簡単な日本語を使ってゆっくりお話しします。今日のお話はリサの日記、初めての日本の友達です。こんにちは、リサです。昨日、私は嬉しいことがありました。初めて日本人の友達ができました。大学の図書館で日本語を勉強していたら、隣に日本人の学生が座りました。私はドキドキしました。でも、思い切って話しかけました。こんにちは。日本人ですか？と聞いたら、はい、そうです。と優しく答えてくれました。嬉しくて少し日本語で話しました。私は日本語を勉強しています。アニメが好きです。と言いました。そうしたら、その人もアニメが好きでした。アニメの話ですぐに仲良くなりました。ナルトとワンピースが好きだと言っていました。話した後、LINE を交換しましょうと言われました。私の国では普通 WhatsApp を使います。でも日本では LINE が人気です。LINE にはかわいいスタンプがたくさんあります。動くスタンプもあります。日本人はスタンプで気持ちを伝えるのが上手です。私もその人と LINE で話しました。スタンプが可愛くて楽しいです。よろしくねというスタンプをもらって
嬉しかったです。また大学で会いましょうと言ってくれました。今度はカフェに行く予定です。日本語で頑張って話したいです。はじめは少し怖かったけど、話してよかったです。これからも日本語で話せる友達が増えるといいなと思います。今日のお話はリサの日記、初めての日本の友達です。こんにちは、リサです。昨日、私は嬉しいことがありました。初めて日本人の友達ができました。大学の図書館で日本語を勉強していたら、隣に日本人の学生が座りました。私はドキドキしました。でも思い切って話しかけました。こんにちは。日本人ですか？と聞いたら、はい、そうです。と優しく答えてくれました。嬉しくて少し日本語で話しました。私は日本語を勉強しています。アニメが好きです。と言いました。そうしたら、その人もアニメが好きでした。アニメの話ですぐに仲良くなりました。ナルトとワンピースが好きだと言っていました。話した後、
LINE を交換しましょうと言われました。私の国では普通WhatsApp を使います。でも日本では LINE が人気です。LINE にはかわいいスタンプがたくさんあります。動くスタンプもあります。日本人はスタンプで気持ちを伝えるのが上手です。私もその人と LINE で話しました。スタンプがかわいくて楽しいです。よろしくねというスタンプをもらって嬉しかったです。また大学で会いましょうと言ってくれました。今度はカフェに行く予定です。日本語で頑張って話したいです。はじめは少し怖かったけど、話してよかったです。これからも日本語で話せる友達が増えるといいなと思います。動画が役に立ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あなたは日本人と話したことがありますか？どんな気持ちでしたか？